では寄島出て約20分、ここらで網をつけてみたいと思います。まだ明るいんで期待はできませんけど、一番目です。昔の漁師が素焼きで作ったタコツボですね。完全体が欲しかったですが、板ぼつきで冷た貝、自分たちはつぶ貝って呼んでますけど、大体砂地の方が何でも魚小さいんですけど、つぶ貝だけは砂地がでかいですよね。名古屋フグだけは多いと思ったんですけど、名古屋フグなんかゼロっぽいっすね。危ない。火が食える前いつも名古屋フグいるんですけどね、こんなちっちゃいのじゃねちょっと拾えませんし。違うつぶ貝最近見るんですよね。さっきのはこれです。大きさというかもう柄が違いますね。でもやっぱ酔ってたらね、いろいろ出てきて、ここにもなんか大アマテなんかも出てきて、1番目にしてはそこそこでしょ。ちょっと風がありますね。北ですけど、あんまり強くなるようだったらちょっと帰れています。でもいくらけとってもいくらこのゲタとアマテがいてもこれじゃきついな。まあ移動しながらいいとこ探してみますか。エビは出ましたけどパッとせんな。チヌがいませんもんね。さすが5月って感じですね。もっと見えたような気が。あ、いたいた。もう一匹いたような気が。エビ以外はちょっとパッとしませんけど、なんかさすが5月って感じですね。まあでもこれでも昔の5月に比べたら全然マシで、昔はもう5月6月といったら裸駅で本当昨日もなかったですよね。なんとかイカでしのいでたような記憶があります。
出したって柔らかいですもんねまだ。おやめた。おいか悪くねえ。シヌがもう痩せましたね。ペラペラです。こう話したんでしょう。ほんとはざかいきって感じですよね。ダメくた。猫背のデカとなんかまだ見えない。あいかいか。これがねほんといいんですよね。もう毎回言ってますけど、まあそれ美味しいですもんねほんまに。さすが下りの開始ですね。本当ならこの時間にねフグ狙えばいいんですけど、ちょっとフグの場所遠いんで、ここでちょっと辛抱してみましょう。おお、下になったらフグが入り出しましたね。鹿もおるし、死ぬと思ったら一匹はこれからは続きがいいですよね。おお、続きがダブル。大雨までめっちゃいい感じ。ハモ2つ元気やな。ここでに鈴木にかなりいい感じになってきましたね。まあ下りの今開始なんでその時だけでしょうけどね。よいしょ。とりあえず鈴木とハモか。もっと小川があったところを小川かすを散らわしちゃったんですけど、小川があったところ白いんですよね。柔らかい。何でも網上がらなくなってますけど、ちょっといい感じなのでまだそこ攻めてます。まあここがいいというより多分時間帯でいいだと思いますけどね。あらあ、でも火の多いか。うわ、でかっ。こっちの余ってもいいですけど、これでかいっすね。あんまりこのめった見ないサイズ。こんなんもう刺身でしょうね。すごいわこれは。あとはチヌとこっちでももういいんじゃないでしょうか。なんとなくボーナスタイム風ではあります。チヌももうでも産卵終わったのか、あんまりブワッと入らないですねボーナスタイムでさえ。お、カニやったー。いやボーナスタイムやん結局。いやすごい、もう関出しばっかりなんでね、供給がないんですよね。1に入ってるでしょ。しかも嬉しい。いやボーナスタイムでした。でもさっきのやつの方が大きいですね。かなり良かったこれは。まだボーナスタイム続いてるでしょうか。
あんまり見ないかいですね。というか見るんですけど、これ中が入ってるのはちょっと初めて見ましたね。食べてみましょう。これほい。もうさすがにあっちのでかっ。でももうさすがにボーナスタイムも終わってるでしょうね。4番連続はないでしょう。あるやん。お、これ順調ですね。針も切り拾えそうなし。無理か。やめとこうか。引っかかってたドデカチヌと押し出しでしょうかね。悪くないですね。チヌが入り出しましたね。まあ基本下りの方がチヌよう入るんですけど、このままずっと一致して入ってくれるのかどうかは分かりません。でもこういうのね、これ気づかんでしょ。これ気づかないですね。これもう一緒ですもんね、ガサと色。またいたんかと思ったけど、やっぱり中は入ってません。あ、でもいました。2つ目本日。さすがに5番連続ボーナスタイムはなかったんで移動してます。重い。何？おお、悪くない。移動してよかったかも。でかいっすね。さらにこっちにもでかいのが半分に。でもあんまり鍋な感じはないですね。痩せてますね。もうほんと産卵が終わった後のペラペラな感じ。おお、でかっ。おお、ダメか。来ましたね。いや惜しい。これも残念賞でした。でもいいと思いますね。焼き出しはね、いつも鳥島の港のすぐ沖にアパートを入れてるんですよね。そのアパートの中へ再放流してます。持って帰って、そのさらに丘から寄島側の渡りガニを放流してるんでね、溜まってもおるし、今日こんなに今までいたことないんですけど、今日一番多いかもしれないです。したけど何もいなかったんで移動してます。まあ当然映ってないでしょうけども、目の前に口島です。もう背が激しくてね、ちょっとやれないぐらいのとこなんですけど、通ったらね、ヒラメの巣です。この網がいなかったらもうカニ入れましょう。なんかバタバタしてます。うわ、めっちゃやからおる。シャリ食うてますけど。うわ、もうすごい。なんでこんなに。自分が YouTube 始めて
あげたことないと思うんですけど、ちょっと驚き。昔こんなとこにコチなんかいませんでしたけどね。ほんとヒラメとかこうアマテの巣だったんですよね。で昔はここも乗り網してたんですけど、最近は乗り網しませんね。ちょっともう一番だけやってみて、まあいなかったら丘へ入れて丘を数番やって帰りましょう。さっきみたいに U ターンしたけど何もおらんっていうのは本当あるあるなんですよね。これおらんかったらもうこれで一応丘へ入れてこぎながら寄島へ帰りましょう。一応いましたけど、グレードダウン出たか。でもエイの下からカニ見つけました。毎年寄島はカニを放流します。なのでいつもここで再放流してます。GoPro 投げそうになった。今日もギリギリで帰ってますのでちょっと時間がありませんので、こっちはいつも通りカニは親が2つ、ヒラメ4だったかな3だったかな忘れましたけど、アマテとオコゼが多かったですね。今日多分アマテ一番多かったと思います。ではちょっと急いで売りに行ってきます。明治蔵とこよ視聴者さんからいただきました。鹿児島の焼酎です。芋焼酎。初めてなのでまずはこのままいただきます。お、匂いがもうこう持っていくときに匂いがもうありますね。やっぱり芋焼酎って感じ。結構きつい。ウィルキンソン。いただきます。甘露仕込み10月9日のことらしいですね。甘露って行くぜー。すげえ。もっといく。おお。バコン。でもいいんじゃないかな。サワラ流せが始まりまして、それに鯛がかかります。で塩釜にしてみました。いただきます。もちろん歯ごたえ抜群で塩味も抜群。塩はちなみに地中海の塩と中国の塩と伊達の馬塩使ってブレンドです。ブレンドで使ってます。やっぱ塩が美味しいんでですね、もうためにの出汁味とこの塩の味が合わさってめちゃくちゃ美味しいものに仕上がってます。今回もご視聴ありがとうございました。こりゃめでたい。美味しい？うまい。あ、ほんま。いや。